皆さん明けましておめでとうございます。今回はですね、こちら、赤町っていう食材ですね。この動画が出てるのいつぐらいだろうな、1月8日ぐらいじゃないのかなと思ってるんですけども、今日、俺が今撮影してるのは1月4日なんですけども、何の日かと言いますと、島の初競りが行われる日なんですね。ということでですね、初競りで落とした魚を食べていこうじゃないかということで、仲買の人に初競りでこの赤町をね、落としてもらいました。ということでね、そちらの映像があるんで、まずはそちらからご覧ください。このネタクソが来たの怖い人が1110円丸で4番赤町 2.9 キロ1150円丸3。はい、こちらがですね、競りの映像です。説明するとすごく長くなるんで、軽くだけね、魚と取った方法をですね、紹介していこうかなと思います。はい、こちらがですね、赤町ですね。赤町はですね、深海釣り漁法みたいな感じで取ってるみたいですよ。なんでね、結構沖の方でやってるらしいです。そしてこちらはですね、船釣りで取れた魚ですね。ヒトミハダとか、ヒラアジ系の魚が多いです。マグロはね、魚礁でね、釣れたものです。で、この南洋ブダイと長ブダイなんですけども、これは夜の素潜りで取れたものですね。こちらは赤松カサ。これはね、刺し網っていう漁法で取れた魚です。で、伊勢エビもいますよ。伊勢エビはね、水の中に入れておくと逆にね、窒息しちゃうんで、生かしたまま売るために、こんな感じで水から出して手にかけられます。そしてこれはソデイカですね。ソデイカは胴体とゲソに分けられて売られてます。これカンパチとか青ちびきとかですね。おそらくハエ縄なんじゃないかな。多分ハエ縄とかだと思います。で、今日はですね、この赤ヤガラを競り落としてもらうことにしました。じゃあお願いします。じゃあ600円で600円。1160円丸で9番赤町 1.4 キロ1150円丸で17番やから 2.5 キロ650円山に18番カンパチ。マチお願いします。待っていくらですその1100円でも1700円。1700円。じゃあ1700円でお願いします。はい、今回落とせたんでね、家に戻ってさばいていきましょうか。はい、ということで戻ってきました。いやー、皆さんね、意外じゃなかったですか？競りってさ、なんか100円、200円、300円、400円みたいな感じでさ、このオークション形式でやってるのが結構テレビで放送されてるんで、多分ね、みんなそのイメージしかないと思うんですけど、島の競りはですね、出した金額パンで一発で決まるんだよね。赤やから競り負けましたね。600円で出してって言っといたら、650円出してる人がいたね。そっからね、赤やから買おうと思えば、その650円出した人から、さらに普通に売ってくださいって、いうことも可能ではあったんだけど、やっぱり競り落としたかったよね。ということでね、赤町、こちらをね、買ってきました。ちなみにお値段はですね、キロ1700円つけて 6.8 キロだったんで、消費税含めてだいたい 12,500 円ぐらいですね。これあくまでも競り値なんでね、沖縄とかで普通に買うと、2倍ぐらいの値段はね、全然するんじゃないかな。はい、ということで、早速、観察していきましょうか。はい、こんな感じですね。いやー、赤町はね、これ見てください。目が大きいですよね。普段ね、深海に生息してて、深海って水深200メートルより深いところのことを言うんですけども、それより深くにね、生息してるんで、こんな感じで、目がね、大きいんですよ。深海魚って、ほとんど光のない環境で生息してるんで、やっぱり、なるべく光を集められるように、目が大きい構造をしてるものが多いですよね。で、地方によってはですね、オナガって呼ばれてることもあって、尻尾がね、結構長いんですよね。ほら、ここら辺まであります。これ結構お腹張ってるんですけど、触った感じ、おそらくですけど内臓脂肪ですね。そんな感じの張りがあります。卵ではないはずです。で、顔がね、ちょっとシュッとしてるんですけど、こちら、フエダイ科の魚なんですね。フエダイ科の魚は結構ね、美味しい魚がね、多いんですよ。はい、ということでね、こちらの、正式名称はハマダイ。沖縄では赤町って呼ばれてる魚なんですけども、何を隠そう、沖縄三大高級魚の一角ですね。赤町、赤人、マクブ。この3種類がね、沖縄でめちゃくちゃ美味しいって言われてる
魚なんですよ。その中の一つです。ちなみに島にはね、マクブがね、なぜかいないんですよ。この島よりも北にもいるし、南にもいるのに、この島にはいなくて、俺はね、マクブをね、食べたことないんですよ。で、しかも赤町に関しては、結構深海の方にいる魚なんで、素潜りではまず取れることないんでね。俺が取れる三大高級魚は、赤人っていうね、スジアラっていう魚だけですね。それもね、一回ね、動画にしてるんだけど、それ昔すぎてね、クオリティ低いから見なくていいや。概要欄にも貼らない。はい、ということでですね、もう、鱗取りもね、これ新しいの2つ買ったんで、鱗を落としていきましょう。これなんかね、浜優さんがめちゃくちゃおすすめしてたやつ。こんなすごいことある？あ、こうか。確かに。めちゃくちゃ飛び散るけど、悪くないね。これも使ってみよう。おわ、これはやばいぞ。家中がすごいことになってしまうぞ。もういいや。諦めた。後でそういうしましょう。これの方がいいかも。これ慣れたらやりやすいわ。ちょうどのところに入った瞬間に一気に取れるわ。これ、おもろいわ。今までのも使ってみる？でもこれもいいな。これが一番いいかも。これは昔のバイト先でもらったやつですね。4年前ぐらいにもらった気がする。もうボロボロ。はい、それでは綺麗になったところで、鱗じゃねえ。お腹を開いていきましょうかね。絶対内臓脂肪だと思う。完全に内臓脂肪の感触してるわ。いきますよ。結構硬い。よいしょ。あれれおっと、内臓脂肪ゼロじゃない。胃袋パターン？何これ。浮き袋に見えるんだけど。浮き袋じゃん。なるほどね。やばい、めっちゃ恥ずかしい。全然外してた。浮き袋でしたね。こんぐらいのサイズの赤町さばいたことないんでね、あれだったんですけど、赤町ってここの腹骨の骨がね、しっかりしてるんですね。普通ね、魚ってね、ここ、ふにゃってね、押せるんですけど、しっかりしてる。騙された。何にも入ってないし。ちょっと一旦、内臓取りづらいんでね、頭を落としていきましょうか。この胸びれの後ろから入れていきます。これね、頭もね、煮付けとかすると最高にうまいんですよね。反対側も行きましょうね。よいしょ。痛い。で、ここですね。ここ背びれがね、繋がってるんで、こうやって落として、ここの背骨を立ちたいところなんですが、もうここは横着してへし折りましょう。へし折れないな。これ頭の骨超硬いぞ。頭の骨じゃない、背骨が超硬いぞ。よしよし、外れた。それではオープンします。よいしょ。わあ、寄生虫がいっぱいだ。これ分かりますかね？オレンジのアニサキスみたいなのがいるんですけど、これなんて名前だったかな？ラジノリンクスみたいな名前だったと思うんだけど、いますね。ラジノリンクス、合ってるか分かんないけど。で、肝心の内臓脂肪に関しては、ここにね、ほんのちょびっと気持ち悪いぐらいでほぼないですね。で、これがね、卵ですね。多分これ放卵前で、徐々に今卵に栄養をね、送ってる状態だと思いますね。未成熟な卵といった感じです。で、ここに肝臓がありますね。肝臓。そして、胃袋。黒いね、胃袋が。でもね、臭くないんですよね。なぜか。いやー、今の時期ね、内臓脂肪乗ってる個体が多いんですけどね。残念。はい。しゃあないな。内臓脂肪乗ってなくてもね、この魚美味しいんで。それではね、再開していきましょう。よいしょ。じゃあ、これ内臓を取って、で、浮き袋。外していきましょう。で、この血合いのところに傷をつけて、で、洗い流していきます。でも血合い取っとかないとね、刺身に血がついたりして臭いんでね。はい、それでは3枚をおろしていきましょう。結構でかいよね、これ。いきましょう。包丁研いでないって言い訳をしとく。まずね、皮に切り込みをね、入れていきましょう。よし、ひっくり返そう。で、ここ切っときます。こうやって。で、背中側も切っていきましょう。で、この魚結構背骨がね、山になってるんで、背骨まで届いたらちょっと包丁上向けて、背骨の山に沿わして切ってあげて、
で、山を越えたら逆の下りをしていきます。で、硬いな。あんまり油は乗ってなさそうですね。刺身よりはなんか一手間加えた方が良さそうですね。じゃあ、反対側も行きましょう。これもね、皮に切り込みを入れていきます。うわ、すごい血が出てきてる。魚はね、血が身に触れるとね、もう一気にね、味がダメになっちゃうんでね、絶対にね、血に触れないようにするべきですね。こうハサミで切っていきましょう。見やすいようにこの角度で切ってるんですけど、普段はこんな切り方はしないです。腹骨はね、結構やっぱ硬いんで、硬い。ハサミで切った方が楽なんですよね。よいしょ。いいですね。そしたら、あとはね、頭ね、煮付け、こんなん絶対うまいやん。ということでね、煮付け用に割っていきます。牛刀でいきましょう。牛刀かけたら俺泣くんで、皆さん励ますじゃね、慰めてくださいね。意外とね、牛刀の方が割りやすかったりするんですよね。出刃とかだと包丁がね、片刃って言うんですけど、斜めにね、こうやってなってて、こっち側普通ね、普通にこうやって切るとね、こうやってずれていくんですよ。こうやって。だから頭割るのがね、意外とまっすぐできないということで、今日は牛刀でやってみてます。あー、硬い。よし。あー、かけなかった。泣かずに済んだ。男泣きを見せるところだった。危ねえ。はい、こんな感じです。この辺はね、全然切れねえ。ハサミでいきましょう。やっぱりね、枝切りバサミ最強。でさ、枝切りバサミは調理器具です。キッチンバサミは雑魚です。魚をさばく上ではね。でも枝切りバサミは身が全く切れません。そういう時はキッチンバサミ。うわ、キッチンバサミ最高。あと一応ね、エラも取っておきましょうか。よいしょ。ここ膜がつながってるんですよね。あとここもつながってるんですよ。この端っこ。ここがね、結構強めにつながってるわ。うわ、赤町のエラ痛い。はい、取れました。でもまだ新鮮なんでね、全然綺麗ですよね。で、こういうね、血を洗い落としていきます。結構ね、血がついてるんですよね、頭は。これはもう残ってると生臭さの原因になるんで、全部落としていきます。魚嫌いって言ってる人は、この生臭さとかが結構嫌いだったりするんで、なんだろう、ちゃんと処理したやつは多分嫌いじゃない人はね、多いと思いますよ。はい、それでは解体が終わりました。これ頭1個友達にあげようかな。でもこっちの方がうまくできてるから俺が食べよう。うまくできてない方を友達にあげようかな。はい、それでは腹骨を落としていきましょう。ここまでしっかり入ってますね。意外と柔らかい。いや、やっぱ高級魚だとちょっとテンション上がりますね。ゲテモノはゲテモノの良さがあるんですけども、もうこれうまいっていうのは確定演出きてますからね。でも意外と脂乗ってるかもな。ちょっとこの辺白いもん。内臓脂肪はないものの、意外と乗ってるかも。でもここ身と皮がくっついてんな。くっそ。うわでもこれも煮付けにしようかな。絶対に美味しいでしょ。ちょっと手際よくチャレンジやってみようかな。ススってさばいてみる。もうススっといってない。こうやってね、スーッとスーッとスーッとちょっと雑ではありますが、スッとやってみました。で、ここお腹に触れた部分がまだ残ってるんですけども、こういうとこね臭いんで、スッとまた取っていきましょう。はい、それではですね、血合い骨を落としていきましょう。すごい風吹いてるな。マイク拾ってるかわかんないけど、ものすごい風吹いてるよ。台風か。柵が取れました。やっぱ油は乗ってなさそうですね。でも縁側付近、この辺はちょっと乗ってますけど、どこまで入ってんだろう。こんぐらいだと思うんだけど、ここは入ってるな。結構奥まで入ってるんですね、しっかりと。はい、じゃあどうしようかな。今日はここら辺のお腹の部分を使っていこうかな。一番贅沢な部分ですよ。ちょっと待って、お腹の部分油乗ってない？これ油でしょ。ちょっと筋なのかな、油なのかな。赤と白がすごい交わってる。紅白っぽい感じになってるね。すごい。珍しい。これ油かな。これ何なんだろう。美味しそうと、あとね、こっち背側の身もこんぐらい使っていこうかな。この使うやつはちょっとピチッとシートでも巻いてちょっ
っとね、ピチッとシート買ってみたんですよ。初めて使う。水分抜いたら美味しそうだからやってみます。まあ、これをね、1時間か2時間ぐらい置いていきます。で、この残りはね、知り合いに配っていきます。やっぱね、三大高級魚とかね、あげるとめちゃくちゃ喜ばれますよ。ウツボとか持ってくと、いやー、別に欲しくないけどなとかちょっと言われたりもしますけど、これはね、めちゃくちゃ喜ばれる。はい、じゃあピチッとシートでね、水分抜けるの待ってる間に、これ、配っていきますわ。動画にはしないけどね。なんかこれ、動画上だとすごく雑に見えるな。雑でいいんだよ。はい、ということでね、配ってきたんですけども、まあ、煮付けにしようかなって言ってたんだけど、やっぱ新年なんでね、お吸い物でも作っていきますか。あと、切り身はですね、しゃぶしゃぶにでもしようかな。せっかくの高級魚ですから。はい、ということでですね、やっていきましょうか。はい、じゃあまずは頭から処理していきましょう。これお吸い物用ですね。パワープレイでしょ、こういうのは。一応関節入れるか。この大きい出刃包丁はね、下側の方がすごい厚くなってるんでね、かけづらいんですよね。かけること全然あるけどね。多少雑に扱ってもかけませんいい使い方ではないですがね。ヒレとかはね、匂いがあるんでね、切っときましょう。鍋入れるとき邪魔ですしね。やっぱこの多分良くないな。新しく買ったんだけど、これが最強だわ。で、もうちょい切っていきますか。パワープレイ。頭もね、このエラんところ綺麗ねえな。これエラ豚邪魔なんで切っていきましょう。ここはね、もう身とかないですよ。薄っぺらいこんな感じのところなんで。魚屋とかどうやって頭割ってんだろうな。これめちゃくちゃ硬えぞ。これ下顎もね、身ないんでいらないです。こんぐらいにすればちっちゃい鍋でも入るんでね、いいですね。そしたらですね、腹骨も切り身にしていきましょう。こっからはね、入ってないんで骨がこうやってスッと切れますね。ここが大トロなんじゃないかな。あんま脂乗ってないけど。で、ここ腹骨入ってるんで、腹骨の間を切っていきます。いいでしょう。はい、準備が整ったところでですね、霜降りっていう作業をしていきます。まずお湯を沸かします。セット。はい、それではお湯にくぐらせて、表面だけ火を入れて匂いを落としていきます。わお、これでね、かなり匂いが落ちます。うわ、身が糸引いてる。はい、それでは下処理が終わったところで吸い物を作っていきましょう。なんだかんだ白だしを入れるだけで美味しかったりするんですよね。こんなもんかな。そして白だしどんぐらい入れるんだろう。こんなもんこんなもんこんなもんでしょう。で、お酒を入れていきます。で、身崩れしないようにじっくり弱火でね、煮込んでいこうかなと思っております。超強火コンロですからね。弱めて、これの調整が難しいんだよね。弱すぎ？痛い。そうしたら吸い物を作ってる間にね、しゃぶしゃぶをね、切っていきましょうか。ピチッとシートどんな仕上がりや。あ、いいね。だいぶ水分いい感じに抜けてるんだけど、いいじゃないですか。いいじゃん。これで使い方合ってるのかな。いい感じに抜けてる。意外とね、油すごいですね。これは絶対美味しいですよ。なんかちょっとこれ黄ばんでますね。やっぱり空気に触れる面はね、汚くなりやすいですよね。ちょっと酸化してるんで切っちゃいましょうか。もったいないですけどね。結構汚れてる。いや、これ普通に内臓が触れてた部分だな。そしたら皮を引いていきましょう。こんだけでかいとしゃぶしゃぶの身も引きづらそうだな。うわ、結構引きづらい。うわ、すごいなこれ。最高ですよ。包丁も油でギトギトですからね。てか、なんで内臓脂肪乗ってなかったんだろうね。多分赤町もお腹壊してたんやろうな。で、これちょっと直角にしたいんで、ここもちょっと成形していきます。またこれも後で使いましょう。動画外ですがね。こんなもんかな。でもでかいと思うな。もうちょいだな。オッケー。そしたら引いていきます。微妙だな。やっぱちょっと薄作りにするには微妙だな。刺身にしましょう、ここは。わあ、美味しそう。中側の身をね、まず半分に切って、これ薄作りするの大変っていうか、分厚すぎて難しいな。で、これもね、ちょっと半分に切った方がいいかも。でかすぎるとね、やりづらいんだよね。そして皮を引く。ごめんなさい、皆さんちょっとグダグダしてますね。グダグダしてるんで、何か面白い話でもしたいところではありますが、何も面白い話も浮かんでこないというね。一つ言うことがあるとすれば、爪の間に久しぶりに鱗が刺さって、今すごくね、痛いです。爪の間が痛い。うわ、すごいね。そしたら薄作りしていきましょう。
これでもでかいな。もうしゃぶしゃぶにしたら美味しそうではありますけどね。この密室は結構あんまり薄くないという事件も起きていますが、気にせずやっていきましょう。もっと薄く切れるぞ俺なら。頑張れ。難しいな。このなんか外側ができたんで、内側はもうちょいちっちゃくしていきますか。ちっちゃくするもんなのかな。適当ではありますが、ちっちゃくしていきます。ここも幅を揃えてあげましょう。そしたら綺麗になるはずです。内側、花がちっちゃい方が綺麗な気がするんだよね。あ、ちっちゃすぎた。ちっちゃすぎたぞ。はい。ちっちゃいね。いいんです、ちっちゃくても。まあいいんじゃない？どうでしょう。はい、そしたら最後ですね。これ赤町はね、皮がすごいね、赤くて綺麗な色なんで、もうせっかくなんでね、湯引きにして食べていきましょう。湯霜って言うんですけどね、こんぐらいね。ここでやりましょう。なんかキッチンペーパーにこうやって巻いて、お湯をかけると、キッチンペーパーを伝って全体にね、より均一に火が入るようになるらしいんで、一応キッチンペーパーを巻いておきます。で、ちなみにお湯かけた後にね、氷で締めていくんで、氷水も作っておきます。これで準備完了ですよ。そしたらですね、こちら用意しておいたお湯をかけていきましょう。もう最近こういう技を覚えたからね。用意するっていうことを覚えたから。難しいぞこれ。いいじゃないですか。一応ひっくり返しておきましょうね。おそらく熱いでしょう。でも一瞬ならいけると思います。熱っ。うわー、いいですね。氷水に入れていきます。いいね。めちゃくちゃ美味しそうだよ。やっぱ皮目に油があるんで、皮付きだとね、また違う味で美味しいんですよね。いいでしょうかね。はい、そしたらね、よく拭き取って切っていきますか。これね、最近知ったんだけど、ちょっとね、右斜めにね、包丁入れた方が断面が綺麗になるんですって。ちょっと右斜めにね。綺麗かな？ちょっと右斜めね。はい、じゃあ盛り付けしていきますか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あ、ちょっと微妙だ。これいらねえな。個人的に食べよう。そう、これちょっと前にね、買ったんだけどさ、刺身盛る用の箸なんだけど、めちゃくちゃいい。これ。すごくいい。なんか普通の箸と別にそんな変わんないんじゃないかなって買う前は思ってたんですけど、すごく刺身が盛りやすいですね。寿司職人とかがね、よく使ってると思うんですけども、これはいいわと思った。こういうレモンとかもさ、こうやって形作ってさ、俺はあくまでも素人なんで知らないですけど、すごくね、こうやってやったらさ、綺麗なまま置けるんだよね。いいですよ。珍しくね、買ってよかったなと思った、最近で。はい、それでは完成しました。これ見て。そう、これ旅館とかさ、あとちょっといい和食とかで出てきそうなやつ。じゃかまでね、火をつけて、で、これでね、しゃぶしゃぶしていくと。昆布の出汁はね、もう作っときました。もう正直ね、これが使いたくて仕方なかった。これが使いたかったから今回しゃぶしゃぶにしたっていうのもあります。じゃあちょっとね、早速しゃぶしゃぶしていきましょうか。いきますよ。こうやってしゃぶしゃぶして、もみじおろしを挟むと。ポン酢につけて、いただきます。うわ、これはもうダメですね。やばい。やばいですね。今まで、いろんな料理をね、食べてきて、美味しいとかね、いろいろ言ってきたと思うんですけど、格が違うな、これは。めちゃくちゃうまいぞ。半端ないな。赤町のしゃぶしゃぶやばいな。これはやばいぞ。想像を超えてきた。魚の油って全部一緒に思ってる人もいるかもしれないんですけど、この赤町の油はね、すごい。めちゃくちゃ甘いね。甘いっていう表現がすごくね、適切だと思う。めちゃくちゃいい油してる。それでいて、しつこさもないし、完璧かもね。めちゃくちゃうまいわ。じゃあ、刺身行きましょう。刺身は普通かも。ぼちぼちぐらいかも。普通に美味しいんだけどね。じゃあ、湯引きいきます。湯引き。湯引きも美味しいんじゃないの？皮の旨味がすごいわ。めっちゃ美味しい。じゃあ最後ね、これ、吸い物いきましょう。絶対美味しいでしょ、こんな吸い物。美味しい。めちゃくちゃ美味しい。これサバイバル生活の後に食いたいぐらいのレベルだわ。めっちゃ美味しい。やっぱ
ぱりね、もう油が甘いね。こんな油が甘いことなかなかないよ。あとね、皮がもっちもちでね、食感もね、もちつるみたいな感じしてて、すごく美味しいわ。さすが三大高級魚といったところですね。うん、美味しいわ。はい、それではごちそうさまでした。ということで今日はですね、初競りということで、新年ということもありましてね、ちょっと豪華な料理を作ってみたんですけども、いやー、うまいっすね。さすがは沖縄三大高級魚。あと、俺がいる島にはマクブいないんですけど、数年に一度ね、なんか迷い込んでくるやつがいるらしいんでね、奇跡的につけないかなってね、ずっと思っているんですけども、奇跡起きたらいいね。でですね、最近ね、更新度がだいぶ遅くなってるんですけど、これね、やる気がなくなったわけじゃなくて、卒論に追われてます。留年の危機です。はい。ということでですね、さすがにそろそろ本腰入れて書かないとね、卒業できないぞというところで、今頑張って卒論を書いております。はい。なんでね、ちょっと更新がね、できなくなってるんですけども、2月からはね、またゴリゴリやっていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひお楽しみにといったところでですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。